おはようございます。今週も人間をやります。まだ外薄暗いんでワンピース読みます。2週連続でワンピースを読めるなんて最高や。はい、今から30分だけ散歩行ってきます。まだまだ湿度が高いです。今日初めて早歩きしてみてるんですけど、これ結構足疲れますね。15分歩いたら家に戻るって感じなんですけど、30分ってあっという間なんですよね。帰ってきました。暑っ。背中汗だくや。いや、まだまだね、めっちゃ暑いです。昼間に比べたらもちろんマシやけど、ドアを開けた瞬間わかるんですよ。もう空気がなんか湿ってるみたいな。夏の地中海性気候マジでよかったな。カフェラテ作ります。でカフェラテは1日1杯にした方がいいわ。だって見てこれ、コーヒーあとこんだけしかないんですよ。1日2杯飲むと減りが異常なほど早い。これ普通のコーヒーやったら1瓶で120杯飲めるんですよ。だから1日2杯カフェラテを飲むっていうことはコーヒーを4杯飲んでんのと一緒なんですよ。どう考えても飲みすぎと言いつつも1日2杯飲む日もあると思います。まあでも1杯60円やからな。1日2杯飲んでも1日あたり120円。これが高いのか安いのかちょっと分かんないですね。コンビニのカフェラテに比べたら圧倒的に安いわ。完成。今日もスケジュール通りに進めていきます。普段通りの一日ですね。でも普段通りの一日を過ごせるっていうのは最高なことなんですよ。だって自分の思った通りに一日を過ごせてるっていうことじゃないですか。自分で立てた予定が全く狂うことなくね。というわけで今から45分の作業を2回だけやります。昼ご飯作っていきます。卵を毎日3個使ってるんですぐなくなりますね。フライパン買い替えるか。多分新しいフライパンやったら油全く引かんくてもスクランブルエッグ作れるんですよ。もう今となってはね、油引いてもくっつくから。これ買ったのいつやったっけ。去年の3月やったかな。僕みたいにこう毎日2回料理してるとあっという間にねフライパンがダメになっちゃいますね。鉄フライパンやったら問題ないんやろうけどな。昼ご飯です。ポケモン見ながら食べます。味噌汁があるだけで満足度がめっちゃ高くなるんですよね。日本に生まれてよかった。てか弁当みたいな昼ご飯やな。結局2杯目のカフェラテ作っちゃいました。今からまたポケモン見ます。今から休憩挟みつつ3時40分まで英単語の勉強します。Can you look it up in internet before I ask you a question? 僕自分の動画を見てて思うんですけど、なんか英語を発音するときなんか無意識に表情で喋ってる感じになるんですよね。で英語のネイティブスピーカーって喋るときに眉毛がめっちゃ動いたりとか口で喋ってるっていうより顔で喋ってるみたいな感じなんですよね。でそれなんでなんかなって思ってたんですけど、これね僕も英語発音するときになるんですよね、無意識に。でも日本語喋ってるときは絶対にならないんですよ。だから言語の問題なんでしょうね。10分休憩の間にポケモンやります。さあ今日もやりきった。この自分で決めたことをやりきるっていうこの達成感めちゃくちゃ気持ちいいです。でもあとはポケモンやったり YouTube 見たり読書したりするだけですね。読書は隙間時間にもやってるんですけど、とりあえず食材買いにスーパー行こうかな。鮭割引されてるかな。今日は割引されてないか。ブリは4割引き。コーヒーの詰め替えパック Amazon より安いわ。買おう。きた、牛肉半額や。鮭は割引されてなかったんで買わなかったんですけど、牛肉は半額になってたんで買ってきました。最高です。であと買ったもんはこちらですね。最近同じもんばっかり買ってるわ。今日はちょうどステーキ食べようと思ってたんですよ。もうこれ解凍できてんな。この牛肉は薄いんで1回で3枚食べます。袋の中で並べた方がいいな。肉は牛肉が一番好きや。で冷凍するんですけど、この牛肉も半額で買ってて、でこの鮭は2割引きと4割引きで買ったやつですね。米炊けたんで肉焼いていきます。あ、ちょっと待って、油温めてなかったわ。あっという間に温まんな。肉焼いていきます。6、7、8、9、18、19、20、21、27、28、29、30。めっちゃずれとるやんけ。
フライパン買うか3000円ぐらいやしな。今日はタイ米で作ってます。タイ米がねあとちょっとなんで全部使い切りたい。完成。肉中まで火通ってるやろな。もう薄いやつはねしょうがない。この肉ちょっと分厚いな。それでも火通ってます。この 1.5 倍ぐらいの分厚さ欲しいな。完成です。晩ご飯です。予定より30分遅くなってしまいました。で味噌汁は昨日の作り置きですね。うますぎ。ワンピース2をおはようございます。よく寝た。外めっちゃ暗い。夜やん。日の出まであと5分ぐらいやけどな。曇ってんのかな。めっちゃ曇ってますね。雨降りそう。空気湿ってんな。多分この後雨降るんで、雨降る前に散歩行ってきます。この辺は晴れてるんですけど、大阪市内は今めちゃくちゃ雨降ってるっぽいです。こんなところに道あったんや。気づかんかった。早朝の虫と鳥の鳴き声いいんですよね。あと車の音がなかったらいいのにな。これはこの後絶対雨降るな。というわけで今から90分作業します。昼ご飯です。今日は味噌汁がインスタントなんでちょっと物足りないですね。僕キーボードのショートカットキーってカスタマイズしてるんですよ。3年以上前から。で2日前にもまたカスタマイズしたんですね。今まで編集する時ってこのトラックパッドも使ってたんですけど、このキーボードだけで編集できるようにしたんですよ。で今日試したんですけど、やっぱりまだ全然慣れてないからいつもより効率悪かったです。まあでもこれはね慣れるまでしょうがないですね。でもすぐ慣れると思う。多分 iPhone のフリック入力も1日ぐらいで慣れたと思うんで、iPhone 使い始めて結構初期の段階からフリック入力は使ってるんですけど、僕パソコンのキーボード使うより iPhone で文字打った方が早いですからね。今からポケモン見ます。今日はパソコンで見るわ。そしたら次は3時50分まで英単語の勉強をします。疲れた。今日もやりきりました。作業と英語の勉強でだいたい5時間ぐらい集中してるんですよ。でその時間っていうのは他のことは一切やらずにもう目の前のことしかやらないんで、やばいぐらい集中力使うんですよね。いやーでも気持ちいい。今日のご飯は何作ろう何作ろう。正直特に食べたいもんがないねんな。味噌汁作ります。で表白だしがなくなったんで本だしで作ってます。本だしだとやっぱりねちょっとだしの味が薄くなるんですよね。もやしが 170g ですね。違う 175g や。で具材はもやしと薄揚げです。もやしと薄揚げ1袋ずつ買って合わせて84円なんですよ。でそれで6杯分作れるんですね。でこれなんと味噌汁1杯あたり14円になります。安すぎる。もちろん味噌代とかは省いてね。洗い物するときは包帯外してます。じゃないとびしょびしょになるんで。洗い物はね片手でやんのめっちゃ大変です。だからめんどくさいけど包帯は外すようにしてます。であと包帯濡れると縮むんか分かんないんですけどめっちゃ締め付けがきつくなるんですよ。でももうちょいで多分完治すると思います。明日で骨折してちょうど2週間ですね。やっぱり包帯外して動きが大きくなるとちょっと痛みがあったりするんですよ。今日も結局鮭のムニエル作ってます。これがうますぎんねんな。毎日でも食べたいぐらいやもん。はい晩ご飯です。うますぎる。もう今の時期は何作るか迷ったら鮭のムニエル作ります。おはようございます。今日は夕方に病院行くんで散歩はその時にします。よく寝た。コーヒー補充します。これ押し込むだけでいけんの？これは剥がさなあかんのかな。ここを剥がしてでこうか。うわすごっ。開いた瞬間 0.5 秒ぐらいで補充されました。めっちゃいい匂い。
はい、フライパン届きました。今使ってるやつと全く同じやつですね。全然気づかなかったんですけど、色が全然違う。こっちが新しいやつで、こっちが古いやつですね。こんだけ使い込んだらもう十分ですよ。で、新しいやつは3500円でした。この値段やったら1年に1回買い替えるのは全然ありですね。今から45分の作業を4セットやります。早速新しいフライパン使います。油ちょっとだけ入れた方がいいかな。めっちゃ少ない。でも油って温めたら膨張するからな。油がほんのちょっとだけやったら全くくっつかへんな。ちょっとだけ油追加。はい、そしたらいきます。そんなに変わらんかもな。多分米炒めたり肉焼いたりしたら違いわかるわ。昼ご飯です。てかこのウインナー明らかに短いよな。昼寝したんで集中力回復しました。今日は午前中に45分の作業を4セットやったんですけど、というのは今週動画を2本投稿しようと思ってるんで、1日90分の作業やと絶対間に合わないんですよ。だから今週は作業時間増やします。動画編集溜まりまくってるんで、動画編集早く溜まってない状態にしたい。で、1セット目2セット目は 100% の集中力で作業できたんですけど、3セット目4セット目になってくると集中力 90% ぐらいになりますね。 90% でもかなり集中はできてるんですけど、別にネットサーフィンしたりとかも全くないし、他のことをねやりだしたりとかも全然ないんで、ただやっぱり気が散ることも増えるから、今何時やろうとか考えちゃうんですよ。本気で集中してる時っていうのは残り時間が何分とか考えないんで、でも休憩したんでかなり回復したと思います。でもやっぱり 100% の力を発揮できるのは午前中だけですね。昼以降はもう昼寝したとしても 90% ぐらいまでしか集中力上げられへんわ。というわけで今からポケモンのアニメ見ます。そしたら次は英単語の勉強します。エポスカード不正利用されてんねんけど、昨日の夜10時49分3814円海外キャッシングされてますね。もう海外キャッシングされてる時点で絶対不正利用なんですよ。だる。3800円で済んでるからまだいいねんけど、1回使われたってことはまた使われる可能性があるから、てか物理カードないのにどうやって海外キャッシングしてんのやろ。謎やな。てか僕5月にデビットカードを不正利用されたんですよ。4万5,000円ぐらいで、それは7月後半に戻ってきましたね。とりあえずエポスに電話するか。話し中にしかならへん。これ一生電話つながらんやつやん。困ったね。というわけで今から整形外科行ってきます。あっつ。今日なんかやたら風強いな。今日はレントゲン取るみたいです。レントゲン取って湿布もらいました。刺身割引になってないかな。鮭でっか。今日はノルウェー産のサーモンでサーモンアボカド丼作ります。ノルウェー産のサーモン、油の乗りがすごいな。デカめに切ろう。アボカドいい感じに熟してますね。丸々1個使います。で、あとはわさびで醤油でわさび溶かします。そしたらこれをつけてる間に味噌汁作ります。眠た。今ぐらいの時間が一番眠たいわ。でも風呂入ったら目覚めんねんな。今日もやりたいことを完璧にできたんで最高の一日ですね。はい、 OK。 味噌汁完成。熱っ。炊きたてのような米ですね。うまそう。サーモンアボカド丼と味噌汁です。うますぎる。サーモンがとろけるようにうまい。あとでかく切ったのも正解やな。朝シャワー浴びるとめっちゃ目覚めるんでいいんですよね。その後の作業がかなり集中できる。やから朝に運動せんでもシャワー浴びることにしました。はい、というわけで今日も今から45分の作業を4セットやっていきたいと思います。昼ご飯です。昼寝したんで今からポケモン見ます。昼ご飯食べながらも見てたんですけどね。
そしたら次は英単語の勉強やっていきます。歯医者の予約日時変更しよう。雨の中行きたくない。すいません、ちょっと予約の変更したくて、昼以降で空いてる日ってありますかね。一番遅いのが3時ですかね。じゃあ3時で大丈夫です。9月30日に変更しました。この日の天気予報は今のところ晴れですね。でも歯医者行くの昼以降にしました。今まで僕いつも歯医者行くの午前中だったんですけど、午前中一番集中できる時間なんで、それを歯医者行くのに使うのはもったいないわ。で、来週の水曜日僕ライブ行くんですけど、この日もね雨かもしれないんですよね。で、24日も同じバンドのライブがあって、24日も行きたいんですけど、24日はかなり高い確率で雨っぽいんですよね。いや、雨の中2日連続で難波行くのはさすがにきつすぎる。傘持って外出んのがもう嫌なんですよね。もうそれだけで片手塞がるじゃないですか。で、僕基本的に片手にカメラ持ってるから余計傘使いたくないんですよ。24日のチケットは売り切れなさそうなんで、天気次第で行こうかなって感じですね。晴れてたら絶対行くねんけどな。まだ今日外出てないんで、今から走りに行きたいと思います。走るときは包帯外します。汗で濡らしたくないんで。暑いけど先月ほどは汗かいてないわ。今日の晩ご飯何食べるか決まってない。何食べよう。帰ってきました。お湯溜めてる間にスーパー行きます。米も普通に買えるようになりましたね。しかも玄米定価で売ってるし。風呂入る前に味噌汁作ります。具材は小松菜と豆腐ですね。これはちょっと先洗うか。で、豆腐半分でいいわ。これ安い豆腐やけど結構硬いな。柔らかいと煮込んだらすぐ崩れるから硬めの方がいいんですけどね。豆腐でかいと熱すぎて食えへんからな。もうワンサイズ小さいかな。どんなもんや、味噌汁に入ってる豆腐って。これでかいかな。とりあえず今回はこれでいいか。味噌汁に入ってる小松菜うまいんですよね。食感がシャキシャキで。味噌汁完成です。風呂気持ちいい。今日はチキンステーキ作ります。結構久しぶりに作るな。そういえば古いフライパンで肉焼いてた時ちょっとこびりついてたんですよね。肉に切り込み入れるの忘れてた。ひっくり返します。ちょっとこの辺があんま焼けてないわ。なんか微妙やな。この端っこしか焼けてない。熱っ。全くこびりついてないですね。もう一回ひっくり返して焼こう。この真ん中らへん焼きたい。あんま焼きすぎたら端っこが焦げてまうからな。そしたらタレ作っていきます。晩ご飯完成しました。うまそう。というわけでいただきます。めちゃくちゃうまいです。鶏肉もやっぱうまいな。小松菜の味噌汁ですね。このシャキシャキ感ですよ。しみる。味噌汁はほんまに毎日作る価値あるわ。うますぎ。味噌汁すぐ作れるしな。おはようございます。昨日眠すぎて9時半に寝ました。でも夜中の1時に目が覚めて、そっから1時間ぐらい寝つけなかったんですよね。作業してたんですけど20分だけ空き時間できたんで英単語の勉強します。10分ぐらい早めの昼ご飯です。今日は昼から眉毛サロン行って髪切って、でその後ポケモンセンター行って、であとジーパン見に行きます。場所が全部梅田なんで一気に今日やります。なんか毎回梅田行くのめんどくさいなと思って、だから髪の毛切るの約2ヶ月ぶりになっちゃいましたね。別に伸ばしてるわけでもなくて、ただ切りに行くのがめんどくさいっていうだけなんですよね。はい、というわけで今から梅田に行きたいと思います。あっちー、今日最高気温35度らしいです。久しぶりに梅田来ましたね。というわけでまずは眉毛サロン行ってきます。
終わりました。眉毛整えてもらってる間ずっと目閉じてるからめっちゃ回復しました。あれ、なんか大阪駅前めっちゃ変わってない？は？何これ？もしかしてここでやってた工事終わったんか？すげえ公園できてる。見てくださいこの景色、すげえ。なんかすげえでかい芝生できてんねんけど、で後ろにはカフェがありますね。昼間に外出てんの久しぶりなんですけど、マジで暑すぎる。芝生の反対側来たんですけど、こんな感じですね。最高な場所できてるやんけ。芝生の周りにカフェ何個かありますね。向こう側行きたいのに通行止めなってて通られへん。通れる道が少なすぎて大阪駅戻ってきた。さっきは向こう側にいたんですよ。はい、髪切りました。今冗談抜きで今年いつの暑さ感じてるかもしれん。昼間こんな暑いん。そしたら今からポケモンセンター行きます。あー涼しい。生き返る。今週発売したこのフィギュア見に来たんですよ。これめっちゃいいやん。これもいい。わー、これ何入ってるかわからんのか。メルカリで売ってたんでメルカリで買いました。しかもメルカリの方が安いし、これやばいってマジで。ポケモンセンター久しぶりに来たら1時間は余裕で折れるな。そしたら次ジーパン見に行きます。はい、ここでリーバイス見てきます。ヘインズのこの T シャツ気になっててんな。めっちゃ柔らかい。生地も薄くないし1枚で着れそうやな。これですね、メイドイン USA のリーバイス。リーバイス買いました。で今裾上げしてもらってるんでちょっと待たないといけないです。帰んの遅くなってしまったから晩ご飯食べて帰ろうかな。ベトナム料理あるやん。フォー食べようかな。パクチー大盛りでいこう。フォー頼みました。うまそう。パクチー大盛りにしたんで全部入れます。こっちにもパクチーあるんですけどね。まずスープから。うめ。いやこのフォーかなりうまいです。マジで東南アジアに行きたくなる味。リーバイス受け取ったんで帰ります。ほんまに外暑すぎてやばいねんけどめっちゃしんどい。気持ちいい。というわけでリーバイス買ったんですけど、もう今日眠すぎて喋れないんで明日紹介します。ほんまに長時間外出てんのがマジできつかった。意味わからんぐらい汗かいたもん。もうずっと体ベタベタやったし、でなんで今日に限ってこの汗拭きシート持って行ってないねんっていう。おはようございます。めっちゃ寝た。今日6時まで寝ちゃいましたね。今から作業していきます。昼ご飯です。これでウインナー食べんのしばらくやめよう。明日からは昼に肉焼くか。ささみ焼こう。ささみやったらウインナーより安いしな。ウインナー結構高いからな。てか今日めっちゃ寝たから集中力かなり高いです。とりあえず2日連続動画投稿できます。今日と明日。そしたら休憩時間を使って昨日買ったこのリーバイス紹介したいと思います。僕が買ったのはリーバイス505ですね。定番モデルです。はい。リーバイスは501が一番有名だと思うんですけど、僕は505の方が好きですね。まずやっぱりここですよね。まず505はここがジッパーになってるんで、501はねボタンなんですよ。でボタンねマジでだるいんですよね。トイレする時、確かにずっと履いてるとめっちゃ柔らかくなるからボタンすぐ外れるようになるんですけど、最初がね結構大変なんですよ。でこれはリジッドデニムじゃなくてワンウォッシュのデニムですね。リジッドデニムはね僕好きじゃないんですよね。リジッドデニムっていうのは未洗いのデニムのことで、糊がまだついたままのデニムですね。だから表面がちょっとツルツルしてたりとかするんですよ。であとはめっちゃ硬い。だからもうしゃがむのめっちゃ大変みたいなね。で裾上げはいろいろ種類があって、で僕はチェーンステッチっていう裾上げをしてもらおうと思ってたんですけど、店舗でできないっていうことでシングルステッチしかできないって言われたんですね。こう裾上げの仕方によってここに色落ちの感じがね変わるんですよ。でも言うても近くで見ないと分かんないんで、別に絶対にチェーンステッチじゃないと嫌だっていう人以外は、別にシングルステッチでもいいんかなって僕は思います。てか僕長ズボンこれだけになるわけですよ。でも毎日履いてると当然めっちゃ傷むんで、色落ちがもういい感じになる前に多分新しいやつに履き替えるんですよね。というわけでね履いてみたいと思います。タグを切って、でこれはねメイドイン USA のやつですね。だからここにアメリカの国旗ついてます。ここにもサンフランシスコカリフォルニアって書いてますね。でウエストのサイズは29インチです。こんな感じですね。
はい、で僕ロールアップせずにジャストで履くのが好きなんでジャストで裾上げしたんですけど、若干長いかもしんないです。だから1回だけ折るのはありかもな。でも靴と合わせてみないとね分かんないんですよね。靴履いてみないと長さの感じ分かんないんで靴履きます。あかん、ちょっと右手首が床から立ち上がる時ね結構大変なんですよ。手首に響くんで片手で立ち上がらないと。上から見るとこんな感じですね。横から見るとこんな感じか。ロールアップしてもいいかもな。僕若干短めの方が好きなんですよね。僕裾にクッションができるのがね好きじゃないんですよ。でユニクロのこの色あせたパンツはスケボー用にします。スケボーは 100% こけるんでもう破れていい服でやるって感じですね。休憩中は AirPods 充電してるんで有線イヤホンで音楽聴いてます。休憩するたびに AirPods を充電しておくと充電切れになることがないんでいいですね。今からまた作業していきます。動画の書き出しにめっちゃ時間かかってるんで今の間にポケモン見ます。晩ご飯の準備 OK です。はい、そしたら30分だけ散歩行ってきます。今日は思ったより涼しいですね。風が気持ちいい。もうちょいでサンセットなんですけど曇ってるんで太陽は全く見えないですね。晩ご飯です。今日の酒でかくてめっちゃうまそうです。炊き込みご飯食べたいな。来月絶対作ろう。秋ってうまいもん多いですよね。酒もやし。はい、というわけでもうあとは歯磨いて風呂入って寝るだけなんで終わります。いや今週ほんまに史上最高の1週間を過ごせたと思います。もう毎日やりきってめっちゃ気持ちいいです。時間って当然24時間しかないんですけどめっちゃ時間が増えたような感覚あります。同じ時間を過ごしてるのにいつもよりやりたいと思ったことを2倍多くできてるんですよ。先週の木曜から1日のスケジュールを細かく決めるようになったんですけどこれがめちゃくちゃいいですね。分単位で管理してるぐらいなんでもう例えば英単語帳のこのページからこのページまでは20分でやるみたいな、つまり英語の勉強の時間っていう中でもさらに細分化してるっていうことですね。これはやってる人多いかもしれないんですけど僕は今までやってなかったんで、動画編集も午前中の一番集中力が高い時間帯に他のことを一切やらずにできてて、そのおかげで今週は動画2本投稿できます。なんなら来週投稿する動画ももう編集してますからね。だから僕今週動画3本編集してたんですよ。だから今週はちょっと作業時間増やしたんですけど、もちろん動画を編集して投稿するだけだったらできるんですけど、それだけじゃなくて他のやりたいことも全部できてるっていうのがもう自分でも信じられないんですよ。なんで僕はねこんなに時間割を決めて動くようになったかっていうと、なんか自由な時間が多いからこそ最大限その時間を生かしたいと思ってて、もしかしたら中にはいや自由な時間が多いんやったらやりたいこと全部できるやろって思う人もいるかもしれないです。でも全然そんなことないんですよ。結局時間があっても自分がやりたいとも思ってないことをついついやっちゃったりするんですよね。パソコンで SNS ダラダラ見たりとか YouTube ダラダラ見たりとか、今はそれをやるって決めてやる分には全然いいんですけど、今はそれをやるべきじゃないのにやってしまうっていうことがすごい多かったわけですよ。作業中とかに。だから結局人間っていうのは自由を求めながらも程よい不自由がある方が快適なんやと思います。だから僕は自由の時間の中に自分で時間割を作ったわけですね。会社に毎日違う服着てきてくださいって言われても逆に困るじゃないですか。僕が通ってた高校も私服通学 OK だったんですけど 99% の人が制服着てましたよ。そういうもんなんです。そう自由っていうのは楽に見えて大変なんですよ。だって全部自分で決めないといけないんで自分で決めなあかんのに僕は全く決めてなかったから時間を適当に過ごしちゃってたんですよね。でも僕はもう絶対に動画編集をダラダラやったりしない。今まで1日作業してる日なんてもうほとんどの時間集中してなかったですからね。もうサボってばっかり。毎日90分本気でやったら終わることやのに、だから今めちゃくちゃ効率化を図ってるわけですね。これはもっと今よりも人間らしい生活を送るためなんですよ。人間らしい生活っていうのは仕事に追われるんじゃなくて文化的な生活を送るっていうことですね。僕の場合やったら運動30分もしくは1時間で英語の勉強3時間で読書2時間で YouTube 見たりゲームしたりを1時間半とか2時間で音楽聴いて毎日自炊2回して
でサンセット見て、でシャワーだけじゃなくて湯船使って、で睡眠時間7時間以上とってみたいな、こういうのです。人によっては家族と毎晩ゆっくり過ごすとか、彼氏彼女と遊ぶとか、美術館行くとか、好きなバンドのライブに行きまくるとか、何でもいいんですけど、そういうことをやろうと思ったら当然時間が必要なんですよ。毎日8時間とか10時間とか働いてたら、僕はね、人間らしい生活って全然できないんですよね。だからそのためには労働時間を減らす必要があるし、で減らすためにはもうめちゃくちゃ集中して効率を上げまくるしかないんですよね。結果が同じなんだったら時間ってどう考えても短い方がいいじゃないですか、ね、そうすることによって、僕の Vlog ももっと面白くなると思う。だって作業時間が短くなるっていうことは、人間らしい生活をできると同時に動画を撮る時間も増やせるっていうことやから、だらだら作業なんかやってる場合じゃない。今から作業します。作業してたら夕方になっちゃいました。パソコンの前でカタカタやってるばっかりの Vlog なんて何がおもろいねんって感じじゃないですか。おもろいわけないやんそんなん。っていう感じで1日のスケジュールを細かく決めるっていうのはかなりおすすめです。でもし何か自分が本気でやりたいと思ってることがあるのであれば、僕は早起きして朝にやるのをおすすめします。それはなんでかっていうと、もう仕事とか行った後に何かに集中するっていうのはもう正直かなりきついと思う。いや僕ほんまにめっちゃ感じるんですよ。朝の集中力ってめっちゃ高いんですけど、もう夕方ぐらいになったらもう全然集中できないんですよ。でもしかしたら時間を決めるなんてストイックすぎるって思う人もいるかもしれないんですけど、いや逆です。いやむしろ期限を決めずにダラダラ作業する方がストイックだと思いますよ。だって自由な時間が短くなるっていうことじゃないですか。僕はもっと面白い動画作れるようにまだまだ生活をより良くしていきたいなと思います。そういう感じでこの動画がいいなと思ったらグッドボタンとチャンネル登録してもらえたら嬉しいです。今週も人間お疲れ様でした。ありがとうございました。